この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はこれ下手に見えます。絵の魅力を下げてしまうこと5選ということで、こういうチャンネルをやっているとね、いろいろな方から絵を見てくださいっていう風に言われる機会が多いです。皆さんすごく力作揃いで、どれもね、素晴らしい作品ばかりなんですが、同じように力を入れている作品の中であっても、あれちょっとこれ結構頑張って描いてるのに見栄えしないな。あ、そうか。これをやってしまっているから少し見え方で損をしてしまっているんだな。だから他と比べて少し見栄えがしない感じになってしまっているんだっていうね、これをすると見栄えがせず絵の魅力を下げてしまいがちな行為があるんですよ。これはね、もったいない。いやでもね、これって別に難しいことじゃないんです。知っていれば誰でも回避できる、そんな行為ばかりなんです。今日のこの動画を見ていただいて、そして魅力を下げてしまう部分がどこにあるのか知っていただけさえすれば、そこをちょっと意識するだけで自然と絵の魅力をアップして、あなたの絵の実力をぐぐっと引き上げる足がかりにしていただけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。文字でごまかす。まずですね、僕が絵の魅力を一番下げてしまうと思っていること、一番注意したいことがあります。それはですね、絵の空きスペースに文字を入れてしまうことです。絶対ね、文字を入れてはいけないとは言ってませんよ。空き空間があるからといって、そこをごまかすために文字を入れるようなことはしない方がいいと言っているんです。というのはですね、文字って結構難しいんですよ。文字ってね、誰でも認識できる図形ですし、意味合いも強いのでですね、場合によっては絵を完全に食ってしまう可能性があるんですよ。絵の方が負けてしまうんです。例えば、こんな絵ですね。女の子が上から下に落ちてきているような絵です。精神的に傷ついたりね、自分の気持ちと向き合っているような、そういう表現なので、いろいろな深い意味合いを表情とかトーンとかポーズとかに含ませている場合が多い絵だと思うんですが、こういう絵をね、空間が空いているからといってこんな風にバレンってついつい描いてしまうことってないですか？これはね、要注意です。意味合いとしては伝わりやすくなりますし、絵からメッセージを読み取れない人でも、落ちてんのねってね、理解しやすくはなるんですが、さっき言ったように文字があるとどうしても文字に目が吸い込まれてしまうので、それだけでなんか納得感を得られてしまって、絵に対してはですね、想像以上に目がいかなくなってしまうんです。特にこういう絵って、この女の子がどういう気持ちなのかとか、沈んだ表情の中にも何かニュアンスが含まれていたりとか、あとは色がついている場合には、その色合いの微妙な変化とか、そういう絵から読み取ってほしい繊細な表現があると思うんですが、そういうのが全部ね、このファレンっていう文字で吹っ飛ばされてしまうんですよね。気持ちが落ちてんのね。で、単調なメッセージだけになってしまうんですよ。それってこの絵をわざわざ描いた表現者としてはちょっと悔しいじゃないですか。それとですね、これはちょっと別の話になるんですが、こんな風に文字が書いてある絵ってイラストコンテストとかではちょっと不利になる場合が多いんですよね。賞が全てではないですが、せっかくね、コンテストに出すなら何か賞って欲しいじゃないですか。でも文字があると審査員はその絵を賞から外しがちです。これもね、さっき言った理由に近いんですが、絵のプロってね、やっぱり絵だけで表現してほしい人が多いんでしょうね。文字に頼っちゃったか残念みたいに思ってしまう癖があるんですよ。ハッピーバースデーみたいにね、カジュアルなメッセージカードとかだったら全然文字が入っていた方がいいんですが、何かしっかりした表現を書きたい場合、文字を入れてしまうとその文字が絵を邪魔してしまう場合があります。絵に文字を入れる場合にはですね、その文字がないと絶対にメッセージが伝わらない時とか、文字自体が絵の一部に落とし込んであることとか、そういう必然性があまりない場合にはですね、空間を埋めるためだけに文字を入れることは避けた方がいいかもしれませんね。画面に全部収めようとする。次に紹介する絵の魅力を下げてしまう行為。これもついついやってしまいがちかもしれません。画面に全部を収めようとしてしまうことです。これがね、具体的な例ですね。一応言っておきますが、今回ダメってね、紹介している絵は、全部僕が描いた例えの絵です。誰かの絵を貶めているわけじゃないので、心配しないでくださいね。人物が画面の中に全て収まっているのはもちろんそうですが、周りに浮いている猫ちゃんの顔とか、あとは背景のエフェクトまで画面内で全て完
完結してしまっていますよね。これだとですね、どうしても絵が窮屈に狭苦しく、こじんまりとして見えてしまうんです。そうなるとですね、絵としてはちょっと致命的で、パッと目に飛び込んできにくい絵になってしまうんですよ。今の時代、忙しい人がほとんどですから、1枚の絵に触れる時間ってすごく短いです。なので、一瞬で心をつかみに行くことが、イラストには求められることが多いと思うんですが、こんな風に小さくまとまった絵だとですね、その役割をなかなか果たせなくて、スルーされやすくなってしまうんですよね。なので、解決策としては、絵を意識的にはみ出させることです。女の子はね、一部をはみ出させてもいいですし、周りのモチーフもはみ出させてもいいです。背景のエフェクトなんかはね、はみ出させても成立するものがほとんどですから、積極的にはみ出させていきましょう。この辺はね、その絵をどんな場面で実際に使うのかとか、あとはサイズ感といったような仕様の問題も関わってきますから、一概にね、全部はみ出させるべきとまでは言いませんが、可能であればなるべくはみ出させた方が目に入りやすいイラストになるのは事実です。この考え方取り入れてみてくださいね。興味がないこと以外適当。そして次に紹介する絵の魅力を下げてしまう行為。それは興味がないこと以外適当になっちゃうってことです。はい、皆さん身に覚えがありませんか？例えばね、こんなイラスト。和服姿の、これは夏祭りなのかな？女の子のイラストです。表情とか髪の毛とかは丁寧に描かれているんですが、一点だけお面ですね。お面がね、めっちゃ適当なんですよ。冗談っぽく見えるかもしれませんが、こういうイラストってね、結構頻繁に見受けられるんですよね。気持ちはわかります。女の子の表情が描きたい、和服が描きたいって思って描き始めたイラストだとしたら、そこを描き込んでしまったら満足してしまうことってありますから、お面も描くんだっけな。でも、強烈にめんどくさくなってきたな。ここは適当でいいやってね、思っちゃうことってあると思うんです。僕もありました。でもね、これをやっちゃうと非常にもったいないです。だってね、料理に例えたら、めっちゃいい和牛の肉を仕入れて、下処理して、鉄板でね、ちょっといい塩を振りながらジューって丁寧に焼いて、めちゃめちゃ美味しそうにできたステーキにですね、いい匂い。でも彩りがちょっと足りないとかいう理由で、その辺のコンビニから買ってきた冷凍のグリーンピースバラバラバラって乗っけたりしないじゃないですか。メインにこだわったら付け合わせもあんまり適当にはしたくないですよね。絵もそれと一緒です。メインを引き立たせてくれる脇役はですね、ちょっと面倒かもしれませんが、適当に済ませてはいけません。やり方は簡単です。検索サイトとか本とかフリーの素材とかを探してですね、それを見ながらしっかりと描いてあげてください。メインのモチーフは結構ね、その辺の手間をかけられる場合がほとんどだと思うんですが、どうしても自分の興味が薄い脇役の部分に関しては、ついつい適当になってしまいがちです。でもね、ここは踏ん張り時です。ちょっとした一手間、資料を探すことでこれは回避できますので、もうここは適当でいいやっていうね、サボりたい心がムクムクと湧き上がってきたらですね、いけない。ちゃんと資料探そうってね、気を取り直して、きちっと資料を見て書いてみてくださいね。それだけであなたの絵の魅力が数倍引き立つはずです。正面しか描かない。絵の魅力を下げてしまう行為。次に紹介するのは、これはね、耳が痛い人もいるかもしれません。ですが、あえて言いますね。それはですね、キャラクターやモチーフを正面からしか描かないことです。ちょっと誤解されるかもしれないので先に言っておくんですが、正面から描いてある絵が全部ダメと言っているわけじゃありません。むしろね、僕も正面の絵すごく好きですし、一番インパクトを持たせられる絵の構図なので、正面構図は効果的に用いることさえできればすごく良い構図です。ただですね、正面からしか描かないでいると、絵の魅力をアップさせていく上では少しハンデになってしまう可能性が高いんですね。例えばこんな絵です。少年がね、前に手を掲げている絵なんですが、今言ったように顔も手も正面を向いていますよね。これはね、手をパッと前に掲げて魔法を発動するのか、敵を威嚇するのか、とにかくカッコつけようとしている感じの絵です。正面なので、もしかしたらこうするしかないと思いがちなんですが、これですね、別に構図をそんなに変えなくても、もっと良くする方法ってあるんですよ。例えばこんな風に修正することで、見てください。
顔が傾いたこと、そして手の迫り来るニュアンス、それと体のひねりなどが加わったことで、正面なのに奥行きが感じられる絵になりましたよね。なぜこのようなことができるようになるかっていうと、それがですね、正面から以外も描いたことがあるからです。例えば顔の傾きに関して言えば、横から見た時には顎を引いて目線だけが前に向いていることを想定しながら描いています。そっちの方が目で訴えかける威圧感をアップさせる効果があると知っているからですね。そしてなおかつ手もですね、横から見たらこうではなくこう、手の表情を想像しながら描いているんです。この横から見た情報ってどうしてもね、正面からだけしか描いていない人にとっては想像しにくい情報だったりします。それが原因でね、情報がどこか抜け落ちてしまってなんとなく単調な絵になりやすいんですね。でも正面以外の角度から描いたことがある人は正面から描いている時も気づきます。あ、このポーズって若干こう角度をつけた方が出したいニュアンスが出せるかもしれないな、ちょっとやってみようってね、そんな風に横から見たニュアンスを正面の絵にも反映させることができるようになるんです。正面の絵は確かに魅力的ですしキャッチーですが、そればかり繰り返していても深みが増していきません。正面の絵の魅力を上げるためには横からとか斜めからとか下からとか上からとかいろいろな角度から絵を描いてみることも僕は大事だと思います。デフォルメ感が合ってない、絵の魅力を下げてしまうポイント、最後に紹介するポイントは少しね、レベルが高い高度なことを言ってしまいます。初心者のうちにはこれは意識する必要はそんなにないんですが、少しね、絵を描き慣れてきたらここも意識できるようになるともっと絵が魅力的になるよというポイントです。結構難しいポイントなのでね、最後のはプラスアルファぐらいに捉えてください。最後のマイナスポイント、それは何かというと、デフォルメ感が合っていないと絵の魅力が下がってしまうよということです。例えばこんなイラストですね。これはちょっと違和感を分かりやすくするために大げさに描きました。どこか変なのかパッと見てね、分かると思います。一箇所は表情ですね。キャラの輪郭に対して目がね、かなり大きめに描かれています。もしかしたら口もこのイラストに対しては少しデフォルメが効きすぎているかもしれませんね。はい。なのでこんな風に修正すれば違和感が減ると思います。目の大きさを小さくして口の表情を少しデフォルメ感を下げて絵柄とのバランスを取った形になります。特に目はですね、注意が必要です。目を魅力的に描こう、目を魅力的に描こうと意識すればするほど、自分の意識の中で目の存在がぐんぐん大きくなっていきますから、それが絵に大きさとして反映されすぎてしまうことがあるんですね。目の他にもね、こだわりポイントがある人はそれが無意識に大きくなってしまいすぎることが多いので、意図せずに大きくしてしまってそれが違和感につながっている場合には、少しその部分の大きさを抑えめにしてあげると他の人からも受け入れられやすいイラストのバランスになると思います。で、もう一箇所は首ですね。さっぱりとした絵柄に対してかなりがっつりと首の筋が入っています。首の太さもそうですね。これはね、人体をきちんと学んでいる段階の人に多い現象ですが、人体を正確に描こうとするあまり、人体の骨や筋肉をイラストに無理に反映してしまってキャラのデフォルメ感を崩してしまう場合があります。これはね、勉強しているがゆえに起こる現象なので、むしろこういう絵はね、僕は褒めたくなっちゃうんですが、このままだとどうしても一般人からしたら違和感を感じてしまうことが多いです。デフォルメ絵を描く場合にはそういった情報をあえて削るか、もしくは影の面をうまくこの筋肉の流れに沿わせるとかで、そういった情報も含ませつつデフォルメ感を合わせてあげる工夫をしてあげると、あなたのイラストをさらに魅力的にするための演出ができると思います。ぜひ意識してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回は絵が下手に見える行為をお伝えしましたが、いやそんなことよりさ、もっとダイレクトにこうすれば絵が魅力的に見えるっていう、そういうコツを教えてくれよという人も多いと思います。わかりました。例えばこちらの動画、図解イラストうまく描くコツ教えちゃいます。では、絵がうまく見える構図を具体例を示しながら、いろいろな絵柄の人に対して取り入れやすい形でお伝えした動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。